んにちは。ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はお花紙で桜の飾りを作ります。お花紙を6枚重ねておきます。6枚重なったまま半分に折って折り筋をつけます。広げて折り筋のところに上下の紙端が来るように折って同じように折り筋をつけます。下の折り筋をつけたところでもう一度上に上げてこの半分の幅で折り下げていきます。また同じように真ん中に折った折り筋のところで折って上に上げて下に揃えるように半分に折り下げます。また同じようにやっていきます。最後は向こう側に折ってこのように扇子のように蛇腹折りをいたしました。輪ゴムを用意し真ん中のところにこのように輪ゴムをかけて縛ります。輪ゴムの大きさにもよりますが4回回すぐらいがちょうどいいかと思います。真ん中はこのようにキュッとシワが寄るようになります。真ん中の位置に輪ゴムを合わせてこのような形にいたします。今下がお花紙の紙端が来るような位置になっています。上に折り山が4つずつあるような形になっています。上の端から下の角を落とすように丸くカーブを描きながら切っていきます。上の方からハサミを入れてこのように角を丸く落とすように中央に近いところまで切っていきます。反対側も同じように折り山の方から紙端の角を落とすようにこのように切っていきます。桜の形にしたいのでこの上の角をこのように三角に切り落とします。このような形に切ると広げた時に桜の花びらの先の V 字型に切れたような形の花びらになります。お花紙がたくさん重なっているので一度にここを切るのが切りづらい場合は2回に分けると切りやすくなります。この下の方の紙端がある方、山が3つになっているのでまず真ん中の山をゴムに近いところまでこのぐらいですね、少し残して切り離しておきます。そうすると紙が薄くなりますのでこの山の方から切り終わりのあたりまで2回に分けて切ると切りやすいかと思います。反対側も同じようにいたします。先の方もそれぞれ切ります。お花の形になるように広げていきます。このように4山ずつありますので
4山をこのように広げます。花びら同士隣がですね、あまり切れてなくくっついてくるようであれば、裏のこの3山の方ですね、花びらの形になるように折り山をもう少し切り込みを入れて、花びらがそれぞれ少し離れるようにいたします。これはこのくらい離れているので大丈夫ですね。このように8個の方角に花びらが離れるようにいたします。裏からも花びらがこのように広がるようにさらに少し広げていきます。根元の方に指を入れてこのように一つ一つ広げていきます。広げましたら折り山のある方を上に向けて花びらを1枚かもしくは2枚ずつですね、剥がして中心のゴムのところまで上に上げていきます。指をしっかり入れて破れないようにそっと上げていきます。1枚より2枚ずつ上げた方が破れにくいかと思いますが、上手に2枚剥がしにくいかと思いますので、1枚しか剥がれてこなければもちろん1枚でも大丈夫です。1枚から2枚ぐらい重ねて、このように花びらを中央に上げていきます。これをずっと繰り返して下まで上げていきます。上まで上げましたら、お花の形を整えていきます。花びらが少し広がるように、このように横にも広げていきます。これでお花の出来上がりです。花びらがめくりづらい時には、このような100円ショップにも置いてある指サックを使うととても素早く持ち上げることができます。お花紙を数えるときも指サックがあるとスムーズに1枚ずつ取ることができます。指サックがない場合はハンドクリームを多めに指に塗ってもだいぶ滑り止めになります。お花のサイズがいろんなサイズがあった方が素敵な飾りになりますので、花びらを切るときに左右余白を残してこのように切り取ると、もう少し小さなサイズのお花を作ることができます。さらに小さなお花を作る場合は、お花紙を4枚にするといいかと思います。作り方は同じように4枚重ねた状態で先ほどと全く同じように作っていきます。4枚なのでゴムが少し緩く感じるかもしれません。その場合は先ほどよりも多めに巻いてもいいかもしれません。今5回ぐらいね巻きました。こちらが折り山の方です。さらに小さく切ります。
大小さまざまな形のお花がいくつかできましたら、紐に通して一本にしていきたいと思います。紐は糸のような細いものよりも毛糸のような少し太いものの方がおすすめです。色はどんな色でも構いません。ピンクに揃えても可愛いですし、茶色などの木の枝をイメージした色もいいかと思います。紐を吊るしたい長さに切ります。少し細いかなと思った場合は、二重にして使っていただくと太くなります。吊るすために一番上を輪にしたい場合は、このように輪にしたい分だけ半分に折ってくるっと縛ってこのように輪っかにしていくと吊るしやすいです。お花に紐を通していきます。裏のこのようにゴムが巻いてあるところからゴムを数本このように引っ張り出して紐を通していきます。花を縛っているゴムと今引っ張っているゴムの間に紐が挟まるようにするとこのように落ちてきません。このようにお花が大小ある場合は上の方に大きいお花がたくさん来るように通していきます。裏から見ても表から見てもお花が見えるようにこのように少し重ねた感じで入れていくと綺麗かと思います。お花がスルスルと落ちやすいようであれば、もう一回通すとしっかりいたします。その場合はもうあまり上に上がってきづらくなりますので、つけたい位置のところで二重にするようにします。このような感じで好きな間隔で花を通して好きな長さまで花を連ねていきます。一番下の花を通したら紐を縛って余分な紐は切り取ります。これで完成です。壁面に吊るしても空間に吊るしてもとっても素敵かと思います。たくさん作って華やかに飾ってみてください。